皆さんお疲れ様です。いや、皆さんの熱い演説を聞いてて、私もちょっと話したくなったんで話させていただくんですが、昨今の物価上昇、税金が高すぎる問題、年々我々貧困になっていると皆さん感じておられるから今日ここに集まられたと思うんですが、失われた30年ということがあると思いますけど、30年間経済の問題失敗し続けた政治家たちがまだ未だにのさばっているこの国、そもそもおかしいと思わないですか？いろいろ言われますよね。財務省に圧力かけられるから財務省が犬になり下がった国会議員がこのような政治をしている、このような国を運営をしているっていうことを言われてますよね。だからこそ今ここで財務省を改定する必要がある。私は今年45歳です。私がちっちゃい頃ってバブルの時代で恩恵は受けてないんですけど、実は高度経済成長時代の映像とか見るのがすごい好きなんですけど、これなぜかっていうと、街を歩いてる皆さんの表情が明るいんですよ。それに比べて2010年2020年になるにつれて街を歩いてる皆さんの顔が暗い。それはなぜかというと、将来に期待が持てないから。そのようにしたのは誰の責任や。ただ皆さんもいろんな不満がありながら、ここ30年失われた30年っていうのを言わせていただきましたので、この30年皆さん我慢されてたと思うんですが、この2025年皆さんが立ち上がり出しますよね。なのでこれが国を変える第一歩になるのは間違いないと思っている。なので時間はかかるかもしれないが、諦めずに皆さんで財務省を解体していきましょう。お願いします。財務省解体。ありがとうございました。マイクの方をお願いします。こちらの方。皆さんこんばんは。前回、予備前官として喋らせてもらったもんです。皆さんに質問があります。財務省解体してほしい人ですよね。けどこの中で質問があります。財務省の解体の仕方を知ってる人あんまりいないですよね。ということで今日なんと財務省の解体の仕方を教えます。お願いします。ちょっと難しくなるんですけど、財務省の解体というのは、議員の立法によって成り立っています。議員の立法で財務省を解体した方がいいんですよって立案して、それが党の話し合いで決まって、それが国会で通る。長いですよね、皆さん。長いです。いや、簡単なやり方が一つだけあります。今全国でこれだけ財務省解体でも言ってます。政治家みんなアホなんで選挙落ちたくないです。公約に絶対財務省解体でも入れるやつ出てきます。その人に投票しましょう。もうすでに SNS の規制も始まってます。5月から正式に決まる予定が4月に早まりました。政治が非常に焦ってます。7月参院選あります。11月衆議院選あります。けど僕の予想では焦って衆参の選挙7月でやると思うんですけど、皆さん絶対投票に行きましょう。行きましょう。僕は前回の、財務省のデモで、一番ちょっと悲しかったのが、障害者年金をやってる方が前でお話ししてて、で僕ここに立って喋っていいのかどうかっていう話ですごい悩んではったんですけど、正直今年金で暮らしてる方とかもそのお金で暮らせないぐらい今もう税金も上がってます。そして
物価も上昇してます。本当に僕はこの国が大好きで、正直これ以上前に出ると会社もクビになるかもしれないですし、正直予備自衛官もクビになるかもしれないです。もう関係ないそんなんこの皆さんです。皆さんを愛してます。一生懸命毎日働いて頑張ってる皆さんを愛してます。ありがとう。ありがとう。絶対にこの日を絶やさないように選挙まで持たせましょう皆さん。本当に悲しいです。年金暮らしの70歳のおじいちゃんがしました。日記で最後に一言おにぎりが食べたいって書いてあったんです。そんな状態です。やのに政府も財務省も税を吸い上げて外国に流したり留学生に流したりしてる。我々中間層がお金がないから子供も作れない、こんな世の中でいいんですよ皆さん。絶対に皆さんこの日を絶やさないようにみんなで巻き込んで SNS が止まっても口コミで広げてこの輪を全国に広げていきましょう。ありがとうございます。出馬されませんか。皆さん選挙にありがとうございました。はい、続きましてどなたか。はい、次どなたか声を上げたい方いらっしゃいませんでしょうか。このはい、記念に今回の内容に言いたいこと言いましょう。ありますか。前の方に出てきてください。前の方にお越しください。一応テーマとしては国民主権、民主主義と経済というテーマに沿って萎縮することなく、なるべく2、3分以内でよろしくお願いいたします。スマホの前塞がないようにお願いします。撮影の方しておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の財務省解体でも大阪で東京で全国各地でこんなにも人が集まった。何が分からないの。聞け近畿財務局。俺は卒業したての高校生だ。20年学校でまだ完全に社会に出ない。気持ち何も分からない若造だ。だが俺たちの周りは鉄道に生きている人に溢れている。働いても正当な賃金を得られないこの環境に、結婚も旅行もできないこの状況に、私利私欲のためだけに動いているこの政治に皆が絶望している。俺が一番絶望したのはコロナの時だ。日本以外の170カ国の政府、一体何をしたか知ってるか。その答えを中学公認の教科書に書いている。読み上げるぞ。教えてください。選挙の時、政府は社会資本の整備までの支出を増加させ、民間企業の仕事を増やしたり、減税によって企業や家計の金を増やして、社会全体の消費を活発にすることで景気を回復させます。つまり、支出を増やして減税する、これが答えです。しかしお前らは何をした。増税をした。もっとデフレが進行した。もっと生活が苦しくなった。こんなにも経済ウォッチなくせに傲慢な態度を乗り続けるお前ら財務省、俺らは必要としない。そして俺たちは言論空撮にも屈しない。YouTuber のヒカルさん、財務省解体でも取り上げた直後、仕事が急になくなった。そしてネットがちょっと荒れて動画を消さざるを得なくなった。そして NHK 党の立花さん、東京の電話で刺されました。刺されました。NHK のニュースになってます。ちょっとショッキングな話が出てまいりました。そんな卑怯なやり口
強く財務省、俺たちは許さない、財務省を変えたい。ありがとうございました。ただいまショッキングなニュースが舞い込んでまいりました。